はい、こんにちは、こんばんは、グラシと申します。こちら、今、ダーニャなんですけど、次のアップデで、ダーニャがね、ホロタクティクスに来るということで、この素材の場所の戦い方とはね、変わる可能性はまあもちろんあるんですが、基礎的なね、攻撃を、覚えておくことで、スムーズにね、攻略できるんじゃないかなと思いまして、素材場所のね、ダーニャを使って、ちょっと解説動画を作ってみました。ホロタクがね、更新されて、もちろんそちらの解説も出すんですが、そちらの解説をね、出したら、この動画をね、限定公開に、してしまうので、今だけの動画ってことですかね。まあ、もし、そんなこと言わずにね、公開のままでしておきなよってね、もし、気持ちがあれば、高評価などでね、教えていただけると、それでね、わかりやすくこちらは確認できますので、じゃあちょっと公開のままにしておこうかなっていう気持ちでおります。とりあえずですね、一つ一つラーニャの攻撃のモーションに、ピックアップいたしまして、解説している動画になります。注意点などもね、解説ができたらいいなと思います。それでは、再生していきます。まずここは素材の場所なんで、最初ね、入室すると、このダーニャではいきなりね、攻撃が来ます。これはね、回避で避けましょう。場面がね、コロコロすぐ変わっちゃうので、止めながら説明していきます。場面が変わりまして、一回攻撃ですね。こう回避しまして、これはまあ大丈夫かなと思います。で、こちらですね。設置型で。このダーニャですね、ホロタクに来るのはちょっと後でもいいんじゃないかなって思うぐらい結構厳しいキャラで本当に、ちょっとこれも積む人は積むんじゃないかなって思いますね。で、これフィールド回避しまして、これは、素材場所なんで、1回で終わってますけど、多分2回、3回ぐらいは連続してくるんじゃないかなと思います。ホロタクでは。シナリオのダーニャもね、多分2回連続で使ってきた記憶があるので、これは連続で避けることになると思います。で、こちらですね。この今、パリー判定があるんですけど、ダーニャはね、パリーが出現する技の種類は少なめです。で、これ今パリー判定の攻撃なんですけど、これをしないでいると、連続して攻撃が来ますね。で、今のを、じゃあパリーしようと。で、これパリー成功してます。このね、攻撃の後は何も反撃がなく、次のね、ダーニャのモーションに行ったんですけど、こちらですね。これ、パリー、同じモーションです。パリー成功したんですけど、パリーのカウンターで、この攻撃が来るんですよ。これは、このパリーのした後の、限定の攻撃です。ここ以外、見たことないんで、とりあえずね、この素材場所のダーニャでは、このパリーをされた後ですね、に、これが来る可能性があります。なので、ホロタクでも、あるかなと思います。で、こちらですね。で、連撃で、こう飛ばしていきますね。で、これなんですけど、これが結構厄介で、ちょっとね、多段ヒットするんですよね、これね。この避けて、2回避けてます。で、この後に遠距離攻撃が来るんですよ。ちょっと時間を置いて飛ばしていきます。で、この時に、ちょっと余裕というか、休憩かなモーションがね。この時に、このダーニャで、特殊な判定というか、こちらが攻撃ボタンを押したと同時に、反撃が来るんですよ。こちらが攻撃をしたら、ダーニャも攻撃に移るっていうシステムというか、判定が組み込まれてます。ダーニャに。なので、ああいう止まってる時に攻撃をすると、これが来るんですよ。
なので、それも警戒して攻撃をしていかないといけない。この時は、近くに来るので、もう来たら、もう回避をしちゃって、それでまあ回避成功になるかなと思います。まあ分かりやすいと思うんで、慣れちゃえば、まあ大丈夫かなと。で、こちらですね。これがですね、これもまあ結構めんどくさい。腕がね、ガーンって来るんですけど、でその後にパリー判定が来るんですよ。ダーニャがね、敵のね、こちらもダーニャ使ってるんで、どっちだってなる、まあならないか。このパリー判定、これがあるんですけど、まあこれは、まあ自分は無理にパリーしなくてもいいかなと思います。もしパリー成功できなかったら、この腕に掴まれちゃう。で、掴まれなかったとしても、近くにいると、ここでダメージ食らうんで、近づかないようにするか、回避するかですね。まあ、漂白者でね、パリー狙ったんですけど、これまあ失敗してます。そうすると、こうなるんですよ。パリー狙って、あってなって、普通だったら、ちょっと被弾するみたいなね、なるんですけど、この場合は、失敗がもう命取りで、ここでガーンって食らっちゃう。まあ、これ今、ね、このダメージ分ですけど、ポルタクだったらまあ、ほぼほぼワンパンでしょうね。あれね。で、これが回避して、こちらで今のね、これ言おうと思ってたんですけど、これパリ判定の攻撃なんですけど、まあ回避でね、した場合は、次に来るんですけど、この攻撃、なんかね、腕からエネルギーをまとめたのを飛ばしてくるんですけど、ダーニャが。これ、スマホでのプレイされてる方、見づらいと思うんで、ここはね、ほんと注意してください。できればまあパリ狙った方がいいのかなと思いますけど、それもまあ難しい場合は、とにかくこの攻撃は、この赤くなったらもうすぐ回避しないと、結構ね、これダメージでかいと思うんですよね。1万5、6千とか7千、それぐらいの圧縮された攻撃だと思うので、これはね、回避した方がいいかなと思います。横に移動するとかね。それだけでもまあ回避できるかなと思います。で、これですね。で、次が、これですね。これ回避して、この、ちょっとね、これ多分ホロタクでも同じモーションかなと思うんですけど、ちょっとこう苦しがって、で、そうすると、この爪がパンできて、で、飛ばしてきて、吸い寄せられちゃうんで、もうその場合はもう無理して動かないで攻撃を見ましょう。この剣でもう回避するんですけど、これでも、回避します。2回回避しますね。で、次また来るんで、こう待って、これもね、回避。着弾で回避。で、その後の爆風でも回避。これは絶対ですね。で、こちらですね。ダーニャが地上にいたのに浮き出したら攻撃の合図なんで、このね、こう飛ばしてくる。このね、飛ばしてくる。これを避けて、でまたそしたらすぐ来るので、これも回避して、で、ちょっと落ち着くみたいな。まあ、ホロダクでは多分これに続きがあるような気がするんで、まあ、一応警戒ですね。で、ちょっと空中で、ね、こちらですね。これが結構ね、多分厄介で、この攻撃厄介なんですよね。連続で爪が来て、で、足蹴りかな地面に来て、で、浮きがてら攻撃が来て、で、ここから飛ばしていきます。で、これも2回回避して、で、この後に、これが来ます。で、この攻撃が、ね、ワープしながら攻撃が来るんですけど、こんな感じで来るんですけど、この攻撃を初めて見たとき、シナリオでの自分のチャンネルにその部分実況をした
ショートがあるんですけど、そこでもね、反応してて、やばい、その攻撃はって言ってるんですよ。その攻撃は。この攻撃は本当やばいです。多分ね、どこにいても来るんですよ、プレイヤーが。ワープホールにダーニャ自身が入ります。直接もうキャラクターの目の前に来るんですよ。なので、本当にどこにいても来ると思うんで、これは絶対避けることになります。で、時間を置いて、って感じですね。で、こちらですね。まあ、先ほど見せた技と同じなんですが、こちらのパターン、このね、着地攻撃をして、上に上がった時に、こう飛ばしてくる。これね、先ほど見た技なんですけど、この同じ始まりのモーションなんですよ。これ同じですよね。これなんですよ。このね、ばらまきがあるんです。これ見えますかちょっとね、背景と同化しすぎてて技が。エフェクトもそうだし、もう今この時点で敵のダーニャどこにいるかわかりますまあちょっと今ブランコ乗ってますけど。ほんとね、ちょっとこれはね、ちょっと見えにくくて。これはちょっとしょうがないのかなで、これなんですけど、このね、変な黒い丸状。これスマホの方々多分見えづらいんじゃないかなと思いますね。これね、回避ボタンで当たりに行くことで回避できるんで、こんな感じで。そうやってね、ちょっとこう安全をこう広げるというか、もしかしたらね、ホロタクではばらまかれてる間に追撃、2撃、3撃してくるかもしれないですが、回避発動をすることで、まあ、一緒に避けることにもなるんで、回避で、消していくっていう、まあ、手段もありなんじゃないかなと思います。まあ、離れられればね、一番いいんですけど、こちらですね。この攻撃は、キャラの方に直接来るので、回避ボタンで回避をしましょう。はい、今回この動画は以上となります。まだ現状はこれぐらいの数ですが、ホロタクではどうなるか、まだまだ、わかりません。もしかしたらね、いろいろとこう追加されててもうワンパン圏内というか、その攻撃を止めないと、即死級なね、技も来るかもしれません。現状ね、ここまでということで、この動画を締めたいなと思います。あとですね。ダーニャ、結構ファンがいるというか、お気に入りなね、方々がいると思いますが、実質、シナリオからね、フェードアウト出なくなってしまいましたが、いつかはね、活というか、絶対戻ってくるんで、変にね、気にしすぎないようにしましょう。もちろんね、ダーニャの可愛らしさとかね、凄さとかね、そういうのは、ダーニャの良さとかをね、伝えていくのはいいんですけど、イメージが悪くなるようなね、発信はね、しないようにしましょう。そんな感じでね、終わってたんで、そこはね、気にしすぎないようにしましょう。待ちましょう。こんな感じで、今回は終わろうかなと思います。ちょっとエンディングがてら、撮ったので流しておきます。ここまでご視聴ありがとうございました。このムービーを見て終わりになります。ここにいることはどうか秘密に。はい、ご視聴ありがとうございました。